いや、どうもどうも。週末、ゆっくり YouTube でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、経済ニュース見てるとたまに業的引き締めがどうのこうのなんてことの耳にすることがあってさ。なんだか難しそうで自分には関係ない話かなって思うかもしれないけど、実はこれ、俺たちの生活とか銀行預金、住宅ローンなんかに結構な影響がある大事な話なんだぜ。業的引き締め、キューティーって一体何なんだ？まず、業的引き締めって聞くとなんだか物騒な響きだよな。これはね、簡単に言えば世の中に出回ってるお金の量を中央銀行、日本の場合は日銀だが減らすことなんだ。なんでそんなことすんだって思うよな。これを理解するには、まず、業的緩和 QE ってやつをしておくと分かりやすい。これもまたアルファベットだけど、これは世の中にお金をジャブジャブ供給して景気を良くしようとすることなんだよ。まさに、俺たちが昔からよく聞いてきた金融緩和ってやつだな。景気が悪い時とかコロナみたいな大変な時って、日銀は、よし、世の中にお金をたくさん供給して、企業が投資しやすいように、みんながお金使いやすいようにしようって言って、国債とかをどんどん買い入れて、銀行にじゃんじゃんお金を渡してたんだ。そうすると、銀行はお金をたくさん持ってるから、企業とか個人に安く貸し出すようになる。金利が下がってお金借りやすくなるだろう。これが、量的緩和な。で、量的引き締めってのは、その逆なんだ。景気が良くなってきた。あるいはインフレ、物の値段が上がることが抑えたいって時に、そろそろ世の中のお金を少し減らして経済の過熱を冷まそうぜって言って日銀が動き出すことなんだよ。引き締めってどうやるんだ？じゃあ具体的にどうやってお金を減らすのかって話だけど、主なやり方は2つある。1、買い入れた国債を満期が来ても再投資しない。日銀は今まで世の中の銀行から国債を買い入れてたよな。その国債って期限が来ると国が日銀にお金を返してくれるんだ。この時日銀が返してくれたお金はもう国債買うのに使わないよってやると世の中に出回ってたお金が日銀のところに回収されていくってわけだ。に持ってる国債を世の中の銀行に売る。さらに積極的にやるなら日銀が持ってる国債を世の中の銀行にあんたたち買わないって言っちゃうんだ。そうすると、銀行は国債を買うために日銀にお金を払うだろう。これも世の中のお金が日銀に吸い上げられていくことになるんだよ。こうやって市場に出回るお金の手を減らしてお金を借りる時の金利を上げようとするのが量的引き締めなんだな。俺たちの生活にどう響くんだ？これが俺たちの生活にどう関わるかって話だけど、結構影響が出てくるんだぜ。1、金利が上がる可能性。世の中のお金が減ると銀行も手持ちのお金が少なくなるからお金貸すならちゃんと高い金利で借りてくれよなってなる。だから住宅ローンとか車のローンとかの金利が上がる可能性があるんだ。これから家を買おうとしてる人とか変動金利のローンを組んでる人はちょっと気になる話だよな。2、景気が冷え込む可能性。お金を借りにくくなったり金利が高くなったりすると企業も設備投資を控えたり新しい事業を始めにくくなったりする。俺たち個人も大きな買い物をするのをためらったりするかもしれない。そうすると経済活動が鈍って景気が少し冷え込む可能性があるんだ。まあ、群馬にあるうちの会社だって景気が冷え込めば当然影響は出るだろうしな。3、物価上昇、インフレの抑制。一方で世の中に出回るお金の量が減ることで物の値段がどんどん上がるインフレを抑える効果が期待できる。だから最近の物価高に悩んでる人にとってはこれで少しは落ち着いてくれるといいんだけどなって話になるわけだ。まとめ。まあそんなわけで量的引き締めってのは日銀が景気の過熱やインフレを抑えるために世の中に出回ってるお金の量を減らす政策ってことだな。今までジャブジャブにしてたお金を今度は少しずつ回収していくイメージだ。金利が上がったり景気が冷え込む可能性があったり物価の動きにも影響があったり意外と身近なところに影響があるんだよ。もし YouTube 見てて経済ニュースなんかでこの言葉を耳にしたら、あれは日銀がお金を回収して景気や物価を調整しようとしてる話か、くらいに思っとくと世の中の動きがちょっと面白く見えてくるかもしれねえよ。まさか中央銀行がそんな大胆なことやってるなんて面白い話だよな。